こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、2022年に発売された、次世代ソニックの幕開け、ソニックフロンティアの感動シーンをまとめてきました。ソニックフロンティアの勢いが止まらない。売上も320万本を突破し、DLC の評判も絶好調です。ソニックフロンティアといえば、広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡るオープンゾーンが大きな魅力ですが、近年のソニックシリーズの中では珍しく、重厚でシリアスなストーリーも負けず劣らず魅力的。そしてシリアスなストーリーといえば、号泣必至の感動的なシーンがつきものだぜ。ということでこの動画では、私ケイティが厳選した、ソニックフロンティアの感動シーンを6つ、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。みんな、ハンカチを山のように出してくれ。それでは、早速始めていきましょう。まず最初にご紹介するのは、ソニックフロンティアの序盤で訪れる、クロノス島でのワンシーン。この島でソニックは、電脳体になってしまったエミーを元に戻すべく、手がかりを求めて走り回っていました。そんな中でエミーは、石でできた不思議な生命体、ココと親しくなります。エミーが話を聞いたところ、どうやらこのココは、友達とはぐれてしまったそうです。そんな話を聞いたら、放っておくわけにはいかない。ソニックとエミーは、エミーを元に戻す方法を探す傍らで、ココの友達探しも手伝うことにしました。当然のように困った人を助けられるのかっこよすぎる。島を巡ってココの友達を探し回るソニックとエミーですが、なかなか手がかりが見つかりません。すると突然、空に不思議な光が現れ、二人は不思議な空間に迷い込みました。エミーの体が元に戻っており、周りで爆発が起こっています。そしてなんと、今まで一緒にいたココが、人型の生命体へと姿を変えていました。人型になったココは、周囲の爆発には目もくれず、誰かの元へ駆け寄っていきます。ソニックとエミーがその方向を見ると、そこにはもう一人、謎の生命体の姿がありました。そして二人は固く抱擁を交わし、お互いを見つめ合います。その時周囲が再び光に包まれ、気づくとソニックとエミーは元の世界に戻ってきていました。エミーがココたちの元に駆け寄ると、そこには動かなくなった二つの石像が。何が起きたかはわかりませんでしたが、それでも目の前の石像の表情を見ると、ココの願いが叶ったことは明らかでした。そしてココが探していたのは、友達以上の存在だったことも。そんなココたちの様子を見たエミーは、彼らと自分の状況を重ね合わせ思い悩みます。そしてソニックに対し、自分の思いを打ち明けるのです。まだ、さっきのココのことを考えてるのか？ええ、あの子はまるで今の私。好きって思いを伝えるために脇目も振らず一直線。それは確かに素敵だけど、それだけじゃダメなのよ。私、目先のことしか考えてなかった。今何をするべきなのか、それにはもっと素敵になるための自分を見つけないといけない。なりたい自分を探すのか。なんだか眩しいな。てーてー。なんこのやりとり、てーてーがすぎる。エミーの言葉、これほぼ告白じゃないですか。振り向いてもらうためにもっと素敵になろうとするエミーちゃん、マジいい子。ずっとソニックに一直線だったエミーがこんな言葉を口にするなんて、エミーの成長を感じられてまた泣ける。親戚のおじさん視点やめろ。ソニックの声が明らかに優しいのもモダイポイントですね。それな、マジで早くっつけ。それでは、次の感動シーンを見ていきましょう。続いては、ソニックフロンティアの第2エリア、アレス島でのワンシーン。エミーを元に戻す方法が見つからなかったソニックは、さらなる手がかりを求めてクロノス島を後にします。続いて降り立った島は、アレス島という砂漠地帯。その島でソニックは、エミーと同じく電脳体となってしまった、ナックルズと遭遇します。そして二人で島を散策する中で、なんと二人は、ナックルズの故郷、エンジェルアイランドと同じ建造物を見つけます。この島は、自分の祖先と関係があるのか。もしかしたら自分のルーツがわかるかもしれない。一族の起源を知りたい。その思いが強くなったナックルズは、ソニックの目の前で自分の決意を語ります。昔、俺の種族は惨事によって全滅した。この島にこいつらしかいないのも、俺が最後のエキドナ族だということを思い出させる。エキドナ族の歴史は今でも覚えてるぜ。マスターエメラルドで繁栄したんだよな。俺は一族の起源を何も知らない。マスターエメラルドを守ることが全てだと。
昔のことだしな。知らなくて当然だろ。いや、マスターエメラルドを継ぐ者として起源を知る責務がある。人生をかけるに値することだ。ああ、体が戻ったらね。エモいー。なんだこれ、青春かよ。ソニックとナッコが仲良しなのめちゃくちゃ良き。いつも大人っぽいソニックも、心なしか普通の少年感が出てる。なんだかんだ年が近いですからね。テイルスは弟感強いし、エミーは女の子だし、ナッコと絡んでる時はソニックも子供でいられるのかもしれない。何その考察、エモみがすごい。それでは、次のシーンに行きましょう。続いては、第3エリア、カオス島でのワンシーン。この島でソニックは、一番の相棒である、テイルスと再会します。エミーやナッコと同じく電脳体になっていたテイルスですが、自慢の頭脳を生かして、解決への糸口を見つけていきます。そんなテイルスの前に、エッグマンが作った AI、セイジが現れました。セイジは、あなたが何をしようと運命は変わらない、という言葉をテイルスに投げかけ、テイルスを揺さぶります。セイジの言葉で、自信を喪失してしまったテイルス。自分は何もしていない。ソニックが世界を救っているのを見てただけ。そんな思いを抱いてしまったテイルスに対し、ソニックは励ましの言葉をかけます。ソニックにとって、僕は必要なのかな。おいおい、一体なんでそんなことで悩んでるんだ？世界に危機が迫った時でさえ僕はいつも見ているだけ。ソニックはいつも僕を救ってくれるのに、僕は後をついて回るだけ。ステーションスクエアの爆破を止めたのは誰なんだ？刑務所から俺を救出し、ロッキ州の罠から俺を救ったのは？違うよ。そうじゃないんだ。だって本当のことだろ？お前は頭がいいしメカにも強い。おまけにお尻で空を飛ぶことだってできる。俺にできないことができるお前を尊敬してる。恥ずかしいこと言わせんなよ。そんな、僕にしかできないこと？ああ、もう言わないけどな。よう、元気になったか？うん。この島の出来事のおかげで悩みが晴れたよ。この一件が片付いたら、僕のやり方で平和を守るんだ。僕にしかできないやり方でね。そういうことでしょ？ああ、俺たちは一人一人違う。俺がテイルスより勝るところもあれば、劣るとこだってある。水中なら僕の方が早いしね。だな。俺はいつだってテイルスの成長を応援してるぜ、相棒。相棒ー。やっぱりこの二人の安定感は群を抜いてるな。お互い尊敬し合ってるのがひしひしと伝わってきますね。これぞ相棒。テイルスが軽くソニックから勝ってるのもたまらん。ソニックに憧れるだけだったテイルスが、今じゃ対等な関係に。おっきくなったなテイルス。だから親戚のおじさんやめろって。今作は本当に、キャラ同士の関係性を丁寧に描いてくれていますね。キャラ好きとしては本当にたまらん。続いては、今紹介した直後のシーン。ソニックとテイルスが相棒やってるすぐそばに、先ほどテイルスを惑わせた、セイジの姿がありました。しかし今回のセイジは、どこか様子がおかしいです。一体どうしたのでしょうか？あの非力な存在すら、彼によって変わっていく。ドクターによって生まれ、ドクターによって生かされた。ドクターは死なせない。でも、私も変われるの？それとも。
したの政治ちゃん、なんで急に泣き出しちゃったの？確かにここは、日本語版だとちょっとわかりづらいところですね。ですが、今作を英語版でプレイしてみると、この時の政治の心情が少しわかってくるんです。英語版の政治は、オーボットやキューボットを自分の兄弟かと質問するなど、人との絆や愛を求めている描写があります。そしてこの、政治が涙を流した際の英語版のセリフは、こんな感じ。つまり政治は、まさにソニックとテイルスのような、人との絆、愛を求めていたのです。その美しい友情を目にした時、政治はソニックたちを、ただの敵として見れなくなってしまったのでしょう。ソニックは排除すべき対象。しかし心の奥底では、すでにソニックを倒すのを拒んでいる。この心の葛藤が、涙として現れたのではないかと考えられます。またこの時の政治は、かつて島の文明を滅ぼした大いなる脅威、ジエンドの復活を阻止すべく動いていましたが、政治が何度演算しても、ジエンドの復活、及び、その結果もたらされる破滅の運命は変わりませんでした。このことも考慮に入れると、ソニックたちの友情を見て、迫り来る破滅に改めて心を痛めたというのも、政治が涙を流した理由かもしれないですね。政治ちゃん、めちゃくちゃ人間じゃないか。この時の政治には、間違いなく人の心が芽生えていたでしょうね。今説明したことを頭に入れた上でさっきのムービーを見ると、また一段と心を揺さぶられること間違いなしです。続いては、ソニックフロンティアの最終エリア、ウラノス島でのワンシーンです。物語の終盤、かつて島の文明を滅ぼした大いなる脅威、ジエンドが、いよいよ蘇ってしまうことが判明します。そしてその脅威に対抗するべく、ソニック、エッグマン、政治の3人が協力して、カオスエメラルドを集めることになりました。6つのエメラルドを集めたソニックの元に、最後のエメラルドを探し出したエッグマンが近づいてきます。このソニックとエッグマンの関係性、そして、それを眺める政治の様子があまりに素晴らしい、名シーンです。あと一つ、急がないと。ねえ。分かっておる。貴様はトロイから見つけといてやったぞ。片付けてこい。負けたら承知せんぞ。期待は裏切らないぜ。政治ちゃーん。政治がクスッと笑うの可愛すぎる。これまでずっと感情を押し殺し、ジエンドの復活を阻止しようと頑張ってきた政治ですが、この時は一転して、普通の少女のように笑っています。エッグマンとのやりとりとかも親子やん。政治はもう愛を手に入れてるよー。このシーンは感動シーンと呼べるか微妙なところでしたが、それでもどうしても紹介したかったので、ちょっと無理やりねじ込んでしまいました。グッジョブグッジョブ。最後は、ソニックフロンティアのラストシーン。激しい戦いの末、今作のラスボス、ジエンドを倒したソニックたち。しかしジエンドは、最後の悪あがきとして自爆し、ソニックたちを巻き込もうとします。そんな時、ジエンドの目論みに気づいた政治が、ジエンドの元に突っ込んでいきました。お父さん、褒めてくれる？
からな。パパー。最後のセリフは反則だよ。その後のエッグマンの様子も、涙なしでは見られない。こんなの泣くなという方が無理だよ。人との絆、家族愛を求めていた政治。そして、政治を娘のように思っていたエッグマン。二人はこれからだったのに、こんなのあんまりだー。うわー。そして極めつけは、今作のエンディングテーマ、ディアファーザー。これは政治がエッグマンに向けたメッセージソングになってるんですが、これがまた泣けるんです。最後にこの曲のサビを聴いて、みんなで号泣しましょう。